今日はアフリカと西洋音楽が融合した南アフリカの音楽スタイルを解説するよ。南アフリカは西洋から一番遠いけど最も西洋の影響が大きい場所でもある。大航海時代に東インド会社がこの地に入植してケープタウンを作ったからだね。まあ歴史の話は深くは触れないよ。音楽的にもこの地は西洋の影響を強く受けた。アフリカと西洋の音楽が長期間混在して独自の音楽文化を築いた地域と言えるね。今日解説するスタイルはアフロフュージョン、センバ、ムブーベ。それぞれのスタイルがどんな曲を作るか実例を聞いて確かめてみようか。南アフリカ音楽のスタイルがどのような曲を生成するか聞いてもらったよ。アフロフュージョンはアフリカ風音楽を作るよ。ドラムや拍子が変則的になりやすい。もともとのジャンルにいろいろな曲調があるから毎回曲調の変わりやすいスタイルだね。ちょっとアフリカ的な要素を足したい、そんな時に使えるスタイルだと思う。センバはアフリカ音楽要素と南米のカーニバル系の曲を混ぜた雰囲気。音楽的な特徴は16ビートのハイハット、シャカシャカした細かい金属音が特徴だよ。中南米っぽい雰囲気がかなり強いけどでも結構アフリカ要素も出てきたりする。ムブーベはアフリカ音楽とアカペラ、独特な歌声が印象に残るスタイルだね。ハーモニーや合いの手、歌声が変化するからボーカルスタイルとして使っても面白いかも。それじゃ次はこの3種類のスタイルを他の曲と混ぜた時の効果を聞いてみようか。混ぜるスタイルは太鼓、ジャングル、ショパンにしたよ。アフリカの鼓動が聞こえる、大地が歌うリズム、両手を高く上げて世界を包む嵐。大
嵐アフリカの鼓動が聞こえる大地が歌うリズム両手を高く上げて世界を包む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 嵐3種類の南アフリカのスタイルを他の曲と混ぜた時の効果を聞いてもらったよ。南アフリカのスタイルは他にも面白いものがあるから最後に紹介するね。クワイトはアフリカの打楽器とダンスミュージックを融合させたスタイル。スノではテックハウスに近いかな。打楽器がアフリカ風のテックハウス、石方宮はムブーベの進化系。曲調がよりアカペラに近くなるよ。アフリカ要素よりもアカペラの方を重視したい時に使えるスタイルかな。マラビはアフリカ音楽とジャズの融合、陽気な感じのジャズスタイルになるよ。どんな曲になるか実例は紹介しないけど、興味があったら使ってみてね。アフリカ音楽の特徴は自由なリズムだから、基本4拍子になるスノとは相性が悪い。でもリズムを変則的にするスタイルとして面白く使える場面はあると思うよ。それじゃまたね。